20代の頃は自分のことが好きじゃなかった。ちょっと対人恐怖症とか、人の前に出ると赤面症になって、もう顔が真っ赤になって、なんか一番言われたのは「真由美は大丈夫だから思い切ってやりなさい」っていうことをしょっちゅう言われて。沖のしらすに鳴く千鳥、天野と渡る火事の音、折から哀れやまさりけん、忍び若村真由美。まだ彼女が何者でもなかった頃、その一歩は舞台の最前線から始まった。中台達也主催の俳優養成所、無名塾。そこで彼女が育んだものは演じるという技術だけではなかった。私は見たくてたまりませんでした。友人のつてを頼って探し出し会いに行きました。ワルツに、あなたに会いに行ったのです。本当に私たちのことをこんなに思ってくださっている人がいるんだって、なんか元気のもとになりました。令和6年の能登半島地震により、能登演劇堂のある七尾市は甚大な被害を受けました。震災の傷跡を癒しながら復興へと一歩一歩進むこの町に、若村さんは今も足しげく通い続けています。一本杉通り商店街に事務所を構える建築家の岡田正太郎さんと妻の翔子さん。あの日から能登復興への思いを胸に共に歩んできました。一番最初は僕鳥居さん、鳥居翔さんからこうご紹介されまして、で鳥居さんのところはやっぱりすごく素晴らしい建物なんですけど、古い建物なのでこうやっぱり壊れ方が激しかったんですよね。でこうなんとか再建しようって言った時にクラウドファンディングをやったりとか、そういったところでも僕たちもお手伝いしたんですけど、そこで若村さんがすごくこう心温かい応援メッセージをいただいて、岡田さんご夫妻がそのクラウドファンディングとかそういう発想で皆さんのやつを無償でものすごい立派なものを作ってくださったんです。今でも見られるんですけど、そのクラウドファンディングのページは今見ても、そのお醤油作りをどういうふうにしているかとかっていうことまでちゃんと分かって、写真もあって、そして実際に損壊した写真もあってって、これすごいなと思ったんです。最初見た時にどんな人が作ってんだろうと思って聞いたら、建築デザイナーの方がですねなんかこういうのを専門にやってる人じゃないんだと思って、地震が起こって、それで私は2月の10日にこっちに来たんです。1ヶ月で、そうです。で避難所とか何軒か行ってほしいですって言われたところを伺わせていただいて、その晩泊めていただいたのがこちら。もうその時はもう本当に泊まれるとこどこもなかったので、
もう車の車中泊のつもりで、でやっぱりボランティアに行くからには自分のことは全て自分ができるようにっていう準備で簡易トイレとか、寝袋とか、いろんな食料とか全部持って車で来たんです。でだけどうち泊まれますって言っていただいて、まだ断水中、そうでしたね。でちょっと水が出ないんですけど大丈夫ですかみたいな話をしていて、そしたらちょうど泊まられる前日かに、順番なんですけれど、うちは、開通して水がやっと出るようになって、もう私本当に次の日もうこちらの方たちはまだ断水の地域もあって、でも止めていただくところがお水があるっていうので、もう本当に助かったんですけど、それもなんか申し訳ない気がして、で車中泊のつもりだったのにこう横になって眠らせてもらえるだけでも本当にありがたくて、でちゃんとこのベッドにお布団とかシーツがあって使ってくださいっておっしゃるんですけど、そうすると洗わなきゃいけないじゃないですか。水がすごいまだ貴重だったし、もう一切そういうの全部タオルから何から全部持ってるので、もう床だけ貸してくださいって言って寝袋引いて寝させていただいて、それだけでも本当にありがたかった。能登という場所と人、それは18歳の時から40年間能登にずっと交流があって、で私がデビューする前から本当に役者の卵で海のものとも山のものとも知れない私にものすごく能登の人たちは親身になって応援してくださってて、で私が朝ドラでデビューした時に自分とこの親戚の子がヒロインになったみたいに大喜びしてくださって、でそれから演劇動画できてこけ落としがあってヒロインとして出て、そういう毎年毎年の人との交流の積み重ねでなんかすごくよくしていただいたことの恩返しをしたいっていつも能登のことに関わることに参加する時は、震災前の時もそういう思いだったんです。中台達也氏が第二のふるさとと呼んだ能登。無名塾時代、そこは若村真由美にとって再び歩き出す場所でした。10代の頃は自分のことが好きじゃなかったし、自分のことを信じられなかったし、目が覚めると強くなりたいって思って目が覚める毎日みたいな高校生の頃とか。子供の頃はすごい社交的だったんですけど、やっぱり年頃になって高校生ぐらいの時はもうなんでしょうね、ちょっと対人恐怖症とか、人の前に出ると赤面症になって、もう顔が真っ赤になって、だからちょっと自意識が過剰だったんだと思うんですけど、なのでこう自分に自信が持てないっていうのが一番だったんですね。で人の前に出たくないし、人より目立ちたくないというような状況で無名塾に入っているので、中台ご夫妻との、若村さんとのその関係性っていうのをこう伺ってると、単にその師匠とこうなんていうか弟子的な感じではなくて、なんかもう人生一緒にこういるっていうか、なんかご夫妻となんかそういうイメージがすごく強くなるんですよね。それはまさに中台さんと宮崎さんが人生そのものをかけて役者を育てるということをなさってたからだと思いますし、師匠と弟子ですけれども、どこかすごく、家族みたいな感じがあって、お父さんとお母さんっていうなんかそういう感じですよね。もう私なんかは高校卒業してすぐ入ったので、もうまさにお父さんお母さんにいろんなことを教えてもらってるっていう感じ。役者としてだけではなく無名塾3年間っていうのは人間修行の
期間って言われていて、まだ役者になれないっていうまだ人間修行みたいなところなので、本当に挨拶の仕方とか、コーヒーの出し方とか、なんかそういう本当に礼儀作法的なことまでみんな学ばせてもらって教えていただいて、それも日々もう本当に一回言ったからもう言わないじゃなくて、また同じ話してるって思うかもしれないけど、聞いときなさいって言ってくださって、何度でも同じ話をしてくださって、一人一人の個性を見極めて、今何を言うべきかっていうことを常に考えていらっしゃるので、私はあまり叱られたことがなくて、どちらかというとこの子は褒めて育てなきゃいけないって思われてたんじゃないかなって思うんですけど、この子になんとか自信を持たせようって思ってくださってたのかなって。いつもなんか一番言われたのは「まゆみは大丈夫だから思い切ってやりなさい」っていうことをしょっちゅう言われて、なんかこうちっちゃくまとまっちゃうよりも、もう変なになっちゃってもいいからもう体当たりで思い切れなさいって言われていました。ご自身はこの役をやりたいと思ったことというのは一度もない。別に自分を表現するっていうふうに思ってらっしゃいませんでしょう？自分自身を表現しようって思ったことはなんか一度もないです。変な話、人の前に出るのも嫌なぐらいだったので、自分を出そうとかなんかそういうの思ってなくて、逆に自分じゃない関係ない誰かの人生をやるから人の前に立てるんですけど、役者をやるようになって向いてないんじゃないかと思いながらも、10年間なんとかこう、例えばこう泳げない人が大海に放り出されて海の水を飲み込みながらやっとこさ浮かんでるみたいな、そんな状況だった。それがやっぱり30代になってやっとこう息継ぎができるようになって、泳ぎ方ってこうやってたら沈まないんだなとか、そういう泳ぎ方をだんだん分かってきて、で40代になってもう少しこう、それまではなんかこうじゃなきゃいけないって思ってたんだと思うんです。こうじゃなくてもいいっていうふうに思えるようになったっていうのが大きいかなと。そういうふうにこう役者として役を演じることによって自分をずっとリハビリしてるような感じっていうか、だから今が一番幸せ。人間としては。年を重ねるっていいことだなって最近すごく思うんです。細胞は衰えるし、できないこともたくさん出てきて時間もかかってすごく大変なんですけど、今日この一日を喜んで過ごそうとか、今日新しい一日を味わおうとか若い頃思ったことないんです。だって朝目が覚めると強くなりたいと思って目が覚めてたんですから、今は朝目が覚めてありがたいなって思って、この一日、この新しい一日を味わって喜んでって思えるようになったっていうのはすごく幸せなことだなって思います。生きづらさを抱えていた18歳のまゆみさん。人はもう一度立ち上がれる。そのことを教えてくれたこの場所で、彼女は今もそれを伝え続けています。